皆さんこんにちは。今回の動画のテーマですけれども、前回1週間前にご紹介したこちらの動画、中国の不動産関連のデフォルトリスクについてお話ししました。9月の5日にカントリーガーデンという銘柄の社債がデフォルトするリスク、実際には利払いが行われてデフォルトを回避できたんですけれども、結局今週週末にかけては新たに中国の iPhone 使用禁止問題ということで、今度は Appleや半導体関連をはじめ、週末にかけて株価が崩れる展開、相場クラッシャー中国ということで、中国と関係性がズブズブの銘柄というのは、日本株銘柄であっても避けたいという状況です。そんな中で、中国への依存度をひた隠しにするような銘柄、例として、ごまかすな伊藤忠。そこで今回は、本当の中国依存度というのをデータから導き出したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。先週ご紹介したのは8月相場を賑わせた中国不動産関連のリスク、そして今週新たに取り沙汰された中国リスクというのは先ほど少し触れました iPhone の使用禁止問題。これを発端にアメリカと中国の半導体をめぐる対立、これが懸念されて中国関連の銘柄というのが大きく売られました。そして日本株の中で大きな下げ幅を記録したのが中国売上比率の高い安川電機やファナック、SMC といった機械株。半導体関連では東京エレクトロンが安いと、週末はこういった相場付きでした。当然 iPhone 禁止ということなので、皆さんニュースでも触れられていると思いますが、最も煽りを受ける Apple 社の株価、9月6日から週末にかけて最も下がったところで 7% を超える下落率、よく時価総額で何兆円飛んだという表現されますけれども、金曜日収録段階では少し持ち直している状況です。iPhone の禁止に関しては今政府高官にとどまる話ですけれども、そこから禁止対象とする枠組み、裾野をどんどん広げていくのかというのが注目の一つ。さらにはアメリカによるファーウェイへの調査というのが先ほどの記事にも触れられていましたが、こちらが厳格化するかというのも影響を与えてくるかと思います。また日本株の銘柄で先ほど触れられていた安川電機、ファナック、SMC、東京エレクトロン、いずれも週末9月の8日に大きな下落を記録しています。最も大きな下落を記録したのが半導体関連の東京エレクトロン、オレンジのラインとなっています。それでは中国と関係性がズブズブの銘柄に投資を避けようということで、中国依存度というのを測っていきたいわけですけれども、前回の動画でどのようなお話をしたか少しおさらいしますと、ご覧のような中国依存度のランキング、こちらは形式的なランキングですね。Google などで検索するとすぐに出てくるようなネットで溢れているリストです。簡単なランキングというのはほとんどが本決算、有価証券報告書上の売上高に対する中国向けの販売金額、別途記載しているようなもの、これを単純に割り算して比率に直したものとなっています。この別途中国向け販売金額というのを記載しているというのが真の依存度ではない理由。ご覧いただいたランキングは機械株や半導体の銘柄ばかり並んでいておかしいなと新入君が思ったのは、中国との関係性がズブズブの銘柄で筆頭株ともいえる伊藤忠商事。ここは自らも中国とのパイプ構築に一役買っていると自負するほどですが、有価証券報告書上の中国比率を計算するとわずか 3%、これに満たない比率となっています。上の表というのが別途地域別に記載されている売上高の金額、そして下のグラフというのが上の表を元に作成したものですけれども、ご覧のように有価証券報告書だけで比率を示すと同業他社の三菱商事の比率と明確に差が出てきています。共に商社であるにもかかわらず、伊藤忠商事は日本からの売上が8割程度、一方三菱商事は4割強ということで、見るからに何らか定義の違いがあるんではと考えられるわけですね。中国依存度を測るために当然定義は一致させないといけない。前回お話ししたのは親会社である商社、ここにぶら下がる多くの子会社、登記上いろんな国がありますけれども、三菱商事はこの子会社が各地で上げている売上高をちゃんと集計した上で中国比率というのを計算している。海外の売上高というのを計算している一方で、伊藤忠商事は自らの子会社の登記上の国、これをもとに売上高を足し合わせているだけではないかと。そうすると
登記上日本の子会社というのが当然多くなりますので、売上高の構成比率が8割になるんではないかと。このままだと中国依存度の相対比較ができませんので、今回の動画で用いるデータというのは、親会社から子会社、さらには孫会社をかませるかもしれませんが、それぞれのつながりにおけるサプライチェーンの売上高、この比率をもって定義をなるべく下の方までブレイクダウンした形で海外売上比率を計算しようと、そういった試みを行います。それではまずは三菱商事の方からサプライチェーンデータを使って海外売上比率を計算していきたいと思います。親会社から一段落下ろして一つ目の子会社、そしてもう一段下ろして孫会社に対する売上高までサプライチェーンのデータを集計します。そして最後、孫会社が販売している先、こちらの3段階において海外における売上高の比率構成を見てみますと、まず一番最初、緑の矢印ですね。親会社三菱商事が各子会社から上げている売上高の海外構成比率をご覧いただきますと、こちら。比率の高いトップ15の国を棒グラフで示していますが、ダントツで大きいのはアメリカ。その後は台湾、韓国と続きますけれども、この一次階層を構成する子会社約140社のデータが取得できています。そして今度はピンクのラインですね。140社の子会社からそれぞれの売上高、これを集計して海外比率の構成をご覧いただきますと、こちら。少し国の構成が変わって、引き続きトップはアメリカですけれども、その後はドイツが入ってきます。また社数が増えたため、それぞれの国の構成比率もなだらかになっています。そして今度は孫会社のデータを取っていきたいんですけれども、140社から全ての孫会社を網羅すると、1000単位まで裾野が広がってしまいますので、今度は140社の子会社からそれぞれの中で売上高構成比率の高い3社の孫会社をピックアップする形。その中で当然被りもありますので、約200社が対象となる孫会社となりますけれども、この各社売上高を集計して海外の構成比率をご覧いただきますと、こちら。トップは引き続きアメリカですけれども、さらに割合としては下がってきて、2番目、3番目、韓国、台湾と並び、初めてですね、ここで4番目に中国が出てきます。その後はドイツ、フランス、イギリスとヨーロッパが続きます。後ほど機械あるいは半導体株をご覧いただきますが、商社に関しては子会社の数、孫会社の数、裾野が広がるにつれて莫大な規模になっています。ただ、階層を3つほどご覧のように下げていくと、海外の売上比率に関してはある程度修練されたデータが取れているかと思います。それでは同様に、今度は伊藤忠商事でサプライチェーンのデータを集計してみたいと思います。まずは第一階層、親会社が子会社から上げている売上高、この海外比率をご覧いただきますとこちら。そうするとサプライチェーンのデータ上、トップの構成比率は韓国が並びます。有名なところだとデサントあたりですね。登記上は日本ですが、実質は韓国系列の企業です。その後はアメリカ、台湾、中国と並びます。こちら第一階層の子会社との関係性。データは250社程度が取れていますが、三菱商事よりも多めの数字。こちらはデータの数として多く提供されているだけなのか、はたまた子会社の数自体が中国依存度をごまかすための隠れ蓑として多く乱立させているだけなのか、それは断言できません。今度は第2階層ですね。ピンクの矢印。子会社から孫会社に対する売上高。250社各社を集計し、海外比率を計算しますとこちら。今度はトップがアメリカになりました。そしてその後に続くのが中国、ドイツ、フランスとなっています。三菱商事と違って、ここでだいぶ様変わりした。このあたりが本来あるべき形の売上高構成比率の最初の段階と言えるでしょう。そして今度、第3の階層、孫会社の売上高を集計しますけれども、先ほどと同様に各子会社のトップ3の関係性を持つ孫会社、その中にはそれぞれ被りもありますので、約300社ピックアップして売上高を集計、海外の構成比率を計算しますとこちら。そうすると並び的にはアメリカ、中国、そして韓国、その後はヨーロッパが並んでいるという状況ですね。三菱商事のピンクのところ第2階層と同じように、伊藤忠商事は第3階層で海外比率がなだらかになった。このあたりが本来あるべき売上高構成比率を計算するデータと言えるでしょう。ということで、伊藤忠商事は1階層分隠れ蓑に使っていると言えるような状況ですね。ということで今ご覧いただいたサプライチェーンデータでの海外比率、
これをまとめて有価証券報告書の時の海外構成比率を比較しますと、今ご覧いただいているのが冒頭でご紹介した有価証券報告書から作成できる売上高構成比率。そして今ご覧いただいた子会社孫会社に至るサプライチェーンのデータを用いて売上高の地域別構成比率をご覧いただきますとこちらになります。そうすると左側の三菱商事は円グラフの形というのがほとんど似通っていますね。当然サプライチェーンデータを用いたからといって完全に再現できるというわけではありませんが、一部国の入れ替わりなどもありながら似通った構成比率が見えているということは、三菱商事の地域別売上高は第一階層の子会社レベルではなく売上高の源泉から計算されている可能性が高いのではないかと推察されます。一方で右側の伊藤忠商事有価証券報告書上の地域別売上高は日本が8割程度となっていますが、サプライチェーンのデータを用いるとご覧のようにですね、商社らしく日本の構成割合というのが大きく下がって半分程度。そしてそれに続くのはアメリカ。さらにはこのグレーのところ中国が入っています。これが 12% 程度と。上のグラフと比較しますと全然違うデータが出ているわけです。伊藤忠商事の計算ではおそらく第一階層の子会社の登記上の国、これを用いて売上高集計しているだけ。その方が中国の割合が 3% を切る非常に小さな割合となって都合がいいというわけですね。ただ我々投資家が知りたいのは下のグラフ、実質の中国依存度なわけです。それでは今度は他の業種についてご覧いただきたいと思います。すでにご覧いただいているように簡単な模式図ですけれども、それは商社のように子会社が爆発的に多くないからですね。まずは冒頭で出てきた安川電機、第一階層の子会社が上げている売上高。これを集計しますとこちら、ドイツ、韓国、台湾と、そもそもトップ10も並ばないほどの構成割合、データが取得できる子会社の数わずか14社となっています。そしてこの14社からさらに第2階層の孫会社、この売上高を集計しますと、こちらのグラフになります。そうするとアメリカ、中国というのが出てきますけれども、中国の構成割合が比較的高いというのがお分かりいただけると思います。さらに今度は東京エレクトロン、第一階層の子会社が上げている売上高のうち海外の比率、ご覧いただきますとこちらですね。非常に顕著に分かりやすいデータかと思いますが、半導体製造の拠点が多い国ばかりが並びます。アメリカ、韓国、そして台湾と有名な半導体製造企業がある国ばかりですね。そしてこのデータを集計している子会社の数というのが31社。こちらも商社と比べると桁一つ違う数。そしてこの31社における孫会社の売上高、これを集計して海外比率をグラフでご覧いただきますとこちら。そうすると今度はアメリカの比率が上がって2番目に台湾、そして韓国、その後4番目に中国と出てきますけれども、こちら東京エレクトロンの例のようにこの銘柄に限らずですが、中国の売上高というのを集計する際に台湾を中国の集計に混ぜている企業というのが結構多く見られます。台湾、つまり中華民国という国ですけれども、本来はこれを中国に混ぜ込むべきではありませんが、そのあたり有価証券報告書だけでは判別つかないことも多いと思いますので、銘柄選別の際にはご注意いただければと思います。あとはですね、第一階層の子会社の数、商社と違って桁が一つ少ないということからもお分かりいただけるように、基本的には第一階層のグラフあるいは第二階層まで見ていけば、有価証券報告書上の中国依存度、これに近いような形になっているというのがお分かりいただけると思います。そんなに伊藤忠商事のようなやり口で中国依存度を隠している銘柄が巷に溢れているという感じではないという結果ですね。ということで今ご紹介した分析を日経平均構成銘柄といった形で横断的に行って比較したいわけですが、そこまでは今回間に合わずということで、分析プログラム自体はほとんどかけている状態なので、おそらく1週間まではかからないと思いますけれども、相場における中国リスクというのがどんどん高まってますので、なるべく早い段階で業種別に真の中国依存度ランキングというのをご紹介できればと思います。ということで今回のまとめとしましては、有価証券報告書上のデータ、海外の売上高比率が信用できるのかどうか、そもそも表立て出ている数字、三菱商事であったり安川電機、東京エレクトロンといった例をご紹介しましたが、これらの有価証券報告書上で
海外売上高比率を見たときに、そこまで違和感のない数字、あるいは業態としてそこまで子会社をたくさんかませているわけでもないといった銘柄に関しては、それなりに信用して数値を見ていけばいいかと思います。一方で、有価証券報告書見て、売上高の比率が明らかにイメージと違うな。あんなに中国相手にビジネスを行って、自らも中国との関係性を自慢げに話しているような企業が中国の売上高比率 3% を切るなどというのは、どう考えてもおかしいなと思うわけです。そういった企業のデータに関してはあまり信用できないということで、左側に関しては中国リスクを懸念したときに、こちら表立って出ているデータで投資判断することで保守的に運用できるかと思います。一方で右側のような企業に関しては、隠れ身のに使っているというか、データに正確性がない中国依存度を測るにあたっては正確ではないということで、代用データを用いなければいけないという形。このような同様な企業そこまで多くないと思いますが、大型銘柄中心に次回業種別に並べてみたいと思いますので、そちらもご関心あるという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、楽しみにお待ちいただければと思います。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。